ギリ中年56歳の田中です。いつもありがとうございます。前回アウディ TT8J に乗って、1年間の支払いの金額ですね、そのあたりお金の話をしましたけど、今回釣りに行く格好して、一通り、準備もしたんですけど、ちょっとやめまして、犬乗っけてドライブに行こうかなと。でついでに1年間乗った、感想ですね、この車のいいとこ悪いところのあたりの話を、ちょっと動画で紹介しようかなと思ってますんで、どうかよろしくお願いいたします。どうでしょうね、乗ってみていいところと、あと気になるところっていうのがいくつかあったんで、それをお話ししたいと思いますけど、まず一つは古い車だからというのがあるんですけれど、2012年式ですからね、もう10年前の車になるんですが、私も車買うと大抵10年は乗ってたもんですからね、あまり新しい、乗るたびにみんな新しい機能がついていて、どんどん車の便利機能っていうのは進歩するんだなと思ってましたけど、この車はそんなに新しい機能はないんですよ。でなくてよかったなと思ったのが、このアイドリングストップですね。アイドリングストップはあんま好きじゃないんで、やっぱり結構いいなと思ってるのは、このオートライトが結構シビアで、ちょっと薄暗くなっただけですぐついてくれるのがいいですよね。私結構早い時間からヘッドライトはつける方なので、オートにして使ってますけど、このタイミングがちょうど自分の感覚に合ってるので非常にいいなと。ライトの付け忘れがあまりないというかですね、アメリカではヘッドライトが消えない仕様とか、ワシントン州なんかそんな感じでしたけど、全部昼間から車はヘッドライトをつけて運転するのが基本になってて、あれはいいことだと思いますので、日本でも早くやってほしいところですね。かなり暗くなってるのに無灯火で走ってるお年寄りとか結構いますからね。この辺りは会社特有の安全を考えた作りになってるんじゃないかと思いますね。古い車だからっていうのもあるんですが、自動ブレーキシステムとかないんですよ。車の前面にいろんなセンサーがついてるとか、この間借りた A3 みたいにこのセンターラインとか道を外れて運転するとちょっと警告ランプがつくみたいな仕組みはないですね。周りに向けたセンサーが全然ないって感じです。自分の車のモニターのスピードセンサーとかはあるんでしょうけど、基本的にこの車を運転するときは自分で気をつけろっていうことだと思うんで、昔の車はみんなそうでしたからね。中古車屋さんで見せてもらったときにエンジンルーム開けてもらったんですけど、綺麗に掃除してあって、やっぱり中身がすごいスカスカでいいんですよ。ベルト類にも手が届くし、エンジンがコンパクトですよね。 1800cc のコンパクトなエンジンなのかな。もっとパワフルなエンジンのモデルはもっとエンジンルームぎっしりですもんね。そうなっちゃうと自分でも触ろうっていう気はならなかったと思いますね。とはいえそのエンジンルームの中のものがいろいろと壊れるわけだから、今後そう思うとメンテナンスしやすい形っていうのがやっぱり理想ですね。この車の個体によるものですけど、噂のエンジンオイルが減るっていう現象は全然ないんですよ。買ってから2回かな、2回エンジンオイルの交換はしてますけど、その間
全然減ってないですよね。クーラントも大丈夫ですね。全然減ってない。アンダーカバー外して裏から見てみましたけど、何か漏れてるみたいな様子はないんで、これはまあエンジン周りに関しては当たりといえば当たりなのかもしれないですね。あとこの車を選んだ、理由の一つにこの内装もあるんですよ。8J の後期型ですか。これのギアの頭の部分が TT マークがついてかっこいいので、これはちょっと絶対後期型だなと思いましたね。あとシートですね。シートは革は苦手なんですよ、私で。犬もいるから革シートだと上に乗っかったりすると傷つくじゃないですか。ですんで、この今のこの布みたいなこのシート大好きですね。すごい肌触りがいいシートで、私はこれが好きですね。で、内装といえばそのバックモニターも後付けするのが大変だっていうんで、最初からついてるものっていうのを探してました。しばらくオートマに乗ってたもんですから、このセミオートマですね、このギアがちゃんと入る感じっていうのは久しぶりに感じましたけど、やっぱりすごい楽しいですよね。ちゃんとアクセルに反応してくれるこの加速感っていうのが楽しいなと。あと30歳若かったらなと思いますけどね。この車のこの速さというか、機敏な動き、どれだけ速いんだろうなっていうのが分かってくると、逆にスピード出せなくなりますね。多分この車の10分の1ぐらいのパワーで走ってる感じですよね。でもこの年で事故とか起こしたくないですからね。楽しく乗れればいいかと思ってます。この車に乗ってちょっと困ったなとか、これは NG じゃないって思うのは、最初にクラッチですよね。半年で交換してますから、あれやっといてよかったですけどね。30万円以内と思えば、最初からこれはの車体の値段に入っていると考えて、理不尽なメンテナンスではなかったと思います。うちは家族みんな車の免許持ってますけど、誰も運転してくんないんですよ。ちょっと試しに運転してみなって言っても全員嫌がるんですよね。非常に寂しいもので、家族4人で出かけられないというのはもったいない。そこはコストパフォーマンス悪いですけど、そんなことは最初から分かりきって買ってるものですから、しょうがないですよね。外から乗り込もうとするとサイドステップが意外と高くて、そこから先下へずっと掘り込まれてる感じですね。うちの犬が乗り降りするときに気がついたんですけど、やっぱり不便みたい。車の合成のために仕方ないことでしょうけどね。あとこのミラーですね、これ小さいんですよ。後ろあんまり見えないですね。だからこのミラーは結構機能がついてて、こいつにセンサーもついてるんですよね。雨のセンサーとか明るさセンサー。そのためあまりカバーつけたくないところで大きめのミラーを前にはめちゃうとかあまり考えてないです。もともとこのフロント部分って狭いですよね。斜めになってるせいでやっぱり狭いもんですから、なるべくこの面は大きく取っておきたいので、あまり前に物をつけないようにとは考えてます。今夏になってきましたけど、やっぱり夏は暑いですね。この頭の部分が拳1個分しか入らない。運転してると頭やっぱ熱くなってきますね。シルバーの車で熱く感じるんだから、これ黒とかだともっと暑いんじゃないかなと思いますけど。でさっきのこのフロントの、狭さっていうか、これも含
含めてなんですが、運転してる時はあまり気にならないんですけれど、ちょっと狭いところを切り返したりする時とか、狭いところから出ていこうとした時にこのピラーの部分とかですね、あと後ろですね、斜め後ろを見たり、視界が悪いですね。ですので、動く時はかなり慎重に動いてます。ちょっとしたところで視界が見えないところで自転車来たりとかっていうのが、これあるなと思って、低速時こそ逆に慎重な運転になってきた感じがしますね。あとは前から言っていたタイヤですね。タイヤとホイールが新品でもらったわけですが、このタイヤはね、メーカー見てみると、あとサイズで探してみたら1本6000円ぐらいの聞いたこともない中国のタイヤが入ってますんで、それが据え付けられた状態でホイールバランス取ってもらったわけですが、そのホイールバランスがすごい取りづらかったってタイヤ屋さんが言ってたんですよ。タイヤが歪んでる可能性があるとは言ってましたんで、ただもしかしたらそこでホイールバランス取ってもらって、でそれでもハンドルにブレが発生するもんだから、今度はハブリングですよね、あの辺りの交換もしてみて、かなりハンドルのブレはなくなってきたんですけれど、ある一定の高速域に入ると、ある一定っていうのはこれといって詳しくは言いませんけれど、やっぱりまだねハンドルブレるんですよ。そうなってくると、まさかと思うけど、このホイールもですね、メーカーのものっていうわけではなくて、自社製品らしいんですよね。でもまさか新円じゃないホイールってことはないと思うんですけどね。ちょっと心配なところがそこですよね。曇ってるから山は諦めた。少なくともタイヤは交換しようかなと思ってます。言ってもね、このホイール245の35 19インチ高いんですよ。日本製のタイヤにしたりすると1本35,000円ぐらいするんですよね。そんなに高性能タイヤは必要ないかなと思ってますんで、完全中国製は嫌なんですけれど、台湾製のやつとか、ね、ATR とかいいって言いますし、あとは日本製と言っていいのかな、東洋タイヤとかですね、あの辺だと11,000円ぐらいなんですよ、1本。そのぐらいだったら買おうかなと思ってるんですけれど、まだ減ってないんで、全然減ってない。溝がいっぱいある。4000キロですからね。あと知り合いが言ってたピレリーは安いって言ってましたね。ピレリー中国工場とかでやってるんですかね。確かにまあまあ安かったんですけどね、15,000-16,000でありました。減りが早そうなイメージあるんですけれど、わからないですね。この車はアウディ TT の中で唯一なのかな、8J のタイプで唯一マフラーが左に2本出てるタイプなんですよ。左右出しじゃないんですね。昔からそのマフラー分けて出すのあんま好きじゃなくて、できれば2本出しよりも、これが一つにまとまって太くなってるようなマフラー好きなんですけど、元からまあまあ太いマフラーですんで、これは武骨でいいなと、意外とかっこいいなと私は思ってますんで、ただの鉄パイプが突き出てるような形ですけど悪くないですよね。もうなんか今どこ走ってるか全然わかんないんですよね。それで思い出した、この車ね、
りが、これがね本当はちょっと頭きたんですけど、買った時6月買ったでしょ。でその年の11月にサポートが切れてんですよ。6月に買ってすぐディーラーに持ってって、この車の地図アップデートできませんかって言ったら、もう古いからできないですねって終わっちゃったんですよ。でも後になってよくよく調べたら、このダウンロードで更新できるっていうのが11月まで対応してたんですよ。それね言ってよって結局更新できないままですね。結局更新できないまま、地図がすごい古いんですよね。この車10年前の地図になってます。11月でサポートが終了しました。ダウンロードリンクが消えてんですよ。がっくりですよあれ。本当にもったいない。半年近くまだダウンロードするチャンスはあったのかと思ったらね、それが一番不満ですよね。カーナビのねそのバージョンの細かいところまでディーラーは把握していないのかもしれないですけど、調べてもくれなかったからね。そりゃそうか。最後はこのアウディ TT8J 1.8 ですね。 1800cc CDA とかいう方だったかな。このモデルはね7速鑑識 DSG って、このモデルあんまりいないんですよ。あまり乗ってる人いなくて、でやはりその数が少ないのかもしれないんです。数が少ないともなると、いろんなその部品とかいろんなこれ欲しいなと思ったものを見た時に適合の中にこのモデルがいなかったりするんですよ。アウディ TT8J、 一番の問題はマイナー車種を買ってしまったのが問題と。1年乗ったこの車のいいとこ悪いところですけど、基本的にはいいとこばっかりです。乗り回してばっかり、本当にね外車乗り回してみたいなこと言われてもおかしくないぐらいしょっちゅう乗ってますんで。ただね若い頃と違って遠くまで行けないんですよ。2年目ですね。車検までのあと1年ぐらいはあまりメンテナンスをすることもないかと思いますんで、やっとこれから本格的に楽しめるかなと思いますけど、そういった時にガソリンが高いんでまた遠くに行けない。本当にねちょっと無駄に走るのもったいなくなってきましたね。あの値段だとね173円とかですか、1リットル高すぎですよ。そんなことでまた今年も距離が伸びないかもしれませんけど、何かあればまた動画を撮っていきたいと思います。それじゃあまた。